だから6年ぐらい前からはこういう状況やったのは知ってます。大体6年前ぐらいになんでかっていうのをお分かりなんでしょうか。もともとあまり掃除をしないタイプで、本当に苦手なそうですタイプではい性格だったって。そうですはい。2019年の6月21の賞味期限なんで、4年前ぐらいですよね。多分ずっと飼ってたのかなと。それが嫌で僕正直出ていた感じなんで、これ一回片付けてるんですよ僕。ちょうど犬が亡くなったぐらいの時に。おはようございます。関西クリーンサービスの太田です。本日はとある一軒家に来させていただいております。家の中の状況を見させてもらう限りではゴミ屋敷になってると。ワンちゃんを飼われてたっていうことなんですけど、ワンちゃんのこのうんち糞ですね、カラカラになった状態のものが床にあるような状況です。相当数があるんで、ワンちゃんたちはもう自分らのおトイレの場として使ってたのじゃないかなというところですね。ここに住まれてる方は今お話聞く限りではもうこちらのご自宅でお亡くなりになられてたとお伺いしております。ご依頼主の方はとにかくきれいにしてほしいということでご依頼をいただきましたので、今日はスタッフもともと5名の予定だったんですけど1人追加して6人で作業していきます。一軒家全体見ますと2階がメインかなという。1階は結構物量が少ないので午前中にはもうしっかり終わらせるかなっていうところで、午前中にちょっとでも2階を触って午後でしっかりあと残りを片付けていけたらなと思っております。後ほどご依頼主の方お話を聞けるということなのでインタビュー式でいろいろ質問させていただけたらなと思っております。お客様から事業書類だったりとか携帯を探されてるってことなので、そういったものも含めて作業しながら確認していけたらなと思っております。本日はよろしくお願いします。早速1階のトイレに来てるんですけど、ちょっと状況を見てもらったら分かる通り、おそらくですけどここに住まれてた方のおむつ映ってると思うんですけど、うんちとかがついてるような状況なので、私たちはこれも片付けないといけないので今から片付けていきたいと思います。はい、若干匂いしますね。してきます。土みたいな匂い。ああそうですね、腐ってしまってる感じが。これどれぐらい放置される？発見が2ヶ月後の発見だったので、それよりも多分前からこんな状況やから、多分1年以上はもう経ってるんじゃないですか。もう電気止まってたんで、その間に多分腐敗してた。2019年の6月21の賞味期限なんで、4年前ぐらいですよね。なんか作り置きしたものがやっぱ3年前ぐらいですね。4年前か。卵は20年なんでやっぱ3、4年前。とりあえず1階がもう目処つきましたので、次2階に移ってきたわけなんですけど、多分動画でも伝わってるかなと思うんですけど、2階が特にペットの糞とかおしっこがすごくされてるところであるので、そこはきっちり除菌してから作業に移りたいなと思っておりますので、この機材を使って除菌をしていきます。その機材名って一応何て言うんですか？一応フォグマスターって言います。中に薬品を入れてるので、それを粉もさして除菌していきたいと思います。これで、噴霧完了なので、引き続き作業進めていきたいと思います。床足でめくったらペットシート出てきたんで、ここで
ワンちゃんとかがトイレをするっていう場所になってたのかなと。すごいね。見てると結構お酒類多いですよね。焼酎結構お酒が好きだったのかな。よいしょ、すげえな。うわー、なんやこれ。すごいうんちの量。汁。ワンちゃん飼われてたっていうことを聞いてたんですけど、どんなワンちゃんかっていうのが写真も全く出ず、ずっと想像できてたんですけど、やっと出てきたんですけど、写真がちっちゃい頃のワンちゃんなんで、多分ずっと飼ってたのかなと。当時は結構可愛がられてたのに、こうやってちょっとゴミ屋敷になって、その中で生活一緒にしてたっていうワンちゃんのアルバムですよね。あ、これ外れてる？外れてるっす。いいよいいよ、ゆっくり下ろしてきて。これあれやな、騙しゲーム見てる。夕方のお時間ですけども、一旦ここで作業が終了となりましたので、本日お客様にインタビューをさせていただきたいのでお越しいただきました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。本日、来させていただいたこちらの物件で2階の奥の部屋でお亡くなりになられてたということなんですけど、訃報はどのようにして？母親に連絡がつかなかったんで、僕が様子見に来たら亡くなってたって感じ。
ですもうお客様が第一の発見。はいそうです。2階でそのお亡くなりになられた方とお客様とのご関係っていうのは親子です。お母様、ありがとうございます。こちらの物件でそのお母様なんですけど、長年ずっとお一人暮らし。はいそうです。大体いつぐらい？7年8年ぐらい前から住んでました。はい、お母様一人でってことなんですけど、ちょっとすごく言いにくいかもしれないですけど、お父様は？父親はいないんで、昔からシングルマザーで。なるほど。お母様が大体78年前ぐらいからずっとこう一人で住まれてたと思うんですけど、本日のこのお片付けに来させてもらった状況とか、いつぐらいからとかもう気づいてたんですか？だから6年ぐらい前からはこういう状況やったのは知ってます。大体6年前ぐらいに、なんでかっていうのはお分かりなんでしょうか？もともとあまり掃除をしないタイプで。本当に苦手なそうですタイプでは性格だったって。そうです。はい。お酒がすごくあったと思うんですけど、そうですね。お酒が大好き。そうですね。ちょっと中毒的なところまで。多分なってたんじゃないかなとは思うんですけど。2回こう見させてもらった時にやっぱ作業する前に確認するんですけど、ペットの糞、はい。食べ物の要は袋とかあったと思うんですけど、ワンちゃんか猫、犬ワンちゃんではい。何匹ぐらいの3匹いましたね。片付けれないっていうのもそうあって、放置みたいな半分はいなってたんですね。ただでも餌はちゃんとこうはい。あげてたっていう。飼われてたワンちゃんって大体いつぐらいまで？ 3年ぐらい前までは。それこそ冷蔵庫の賞味期限とかが切れてるのが3、4年前ぐらいからが多かったじゃないですか。だからそこら辺もちょっと関係してよりこう悪化しちゃったんじゃないかなっていう推測をしてるんですけど、6年前の段階からちょっとずつみたいな感じですよ。そうです。それが嫌で僕正直出ていった感じなんで。これ一回片付けてるんですよ僕。ちょうど犬が亡くなったぐらいの時に一切合切バンってゴミ一回捨てたんですよ僕。なるほど。何年間でかなんかこれぐらい溜まったっていう感じなんですよ。残っとったらもっとですよね。倍ぐらいにはあったんちゃうかな。一度されてるんですね、掃除。はその時ってちなみにやっぱ注意とかしました？い。しましたね。お母様とお客様がこのお家から出られた時のもう期間って、例えば月に1回とか週に1回とか毎日とかって連絡は取ってたんですかね？だいたい月1回ぐらいは顔は見とったんで。は定期的にはいそうですね。会ってたりはしてたんですね。お母様にもやっぱり伝えれるとしたら何を伝えたいとかってありますか？最後正直見てあげられんかったのがちょっと申し訳ないなっていうのと、もうちょっと早くからいろいろちょっと気使ってあげれたらよかったんかなとは思います。ありがとうございます、はい、これでインタビュー以上になります。どうもありがとうございあります。がとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。ちょっとここオープニングで撮った場所なんですけど、一回見てもらっていいですか？結構こすったりして撮ったんですけど、本当にここにワンちゃんの糞があった場所が結構綺麗になってます。でもうあとはここ掃除するとかリフォームするのかわからないですけど、もう本当に綺麗になりました。1階はね本当にあっさりしてたというか、結構早めには終わったんですけど、2階をメインにこうやっぱ住まれてたっていうことで、一番奥でお亡くなりになられた部屋が荷物があったりだとか、おそらくお酒の残りであろうとかおしっこかなっていうところで、下の地層がもうべちゃべちゃになるぐらい濡れてたんで、下のシーリングライト、要はライトの受けのところにもうすごい水溜まってたりしてたので、すごいいろんなことがありました。みんなでねやっぱり協力し合ったりして、作業したので無事に終わることができました。大変な一日でしたけどお疲れ様でした。ありがとうございました。